これがインスタ360の最新カメラルナウルトラです。このタッチスクリーンは取り外して使うことができて、離れた場所からの映像を確認したり遠隔でカメラの操作ができる着脱式の設計です。まず見てほしいのはこのカメラの部分。ルナウルトラではレンズが2つ搭載されていて、 20mm の広角レンズと 60mm の望遠レンズのデュアルレンズシステムになっています。しかもどちらも 8K 撮影に対応していて、広角側には1インチセンサー、望遠側には 1.3 分の1インチセンサーを搭載しています。この小型ジンバルカメラでね、望遠レンズが使える、正直ね、この時点でかなりワクワクしました。ただワクワクだけで判断するには少し早いかもしれません。これはインスタ360にとって初めてのジンバルカメラです。小型ジンバルカメラというジャンルはすでに多くのユーザーに広がっています。旅先でも日常でも今では見かけることが当たり前になってきました。つまりこの市場はもうある程度成熟していて、今からこのジャンルに入ってくるのはそう簡単なことではありません。そんな小型ジンバルカメラ市場に今回インスタ360が本気で挑んできました。既存の製品をただコピーするのではなく、そこに望遠という新しい表現を加えています。スペックだけ見てもかなり攻めています。一見するとちょっとクレイジーなほどです。そんなルナウルトラの価格はこんな感じです。この価格設定を見ると、これまでの小型ジンバルカメラとは違う価値を狙っていることが分かります。ただ結局一番大事なのは価格でもスペックでもありません。実際に使ってどうなのか、どんな映像が撮れるのか、そしてこのカメラを持つことで撮影体験はどういう風に変わっていくのか、今回はそこをしっかりと確かめていきます。ということで僕たちの徹底レビュー始めていきます。小型ジンバルカメラで見る望遠レンズの世界です。インスタ360ルナウルトラ。通常僕たちの徹底レビューではまずボディデザインや画質から話し始めることが多いんですが、今回レビューするこのルナウルトラの本質はジンバル一体型のデュアルレンズカメラというシステムそのものにあります。小型カメラでありながらジンバルでもある。広角と望遠2つの視点を切り替えることができて、操作が片手で完結できる。少なくとも僕はこれだけ贅沢なシステムを見たのはこのルナが初めてです。だから今回はまずルナシリーズのシステムから見ていきましょう。片手だけで起動から設定変更、そして録画まで行える快適さを持ちながらスマートフォンよりも高画質に撮れる。この手軽さと動画品質の絶妙なバランスこそが小型ジンバルカメラの真骨頂です。実際にルナシリーズを手に取ってみるとサイズ感はかなり自然に収まります。デザインも特徴的で小さなロボットのような可愛らしさがあって、ただの撮影機材というより使っているうちに少しずつ愛着が湧いてくるような、そんな見た目になっています。実際に初めてこのルナシリーズを見た時にみんなで盛り上がったのを覚えています。ルナウルトラはどちらもブラックとホワイトの2色展開で、好みや撮影スタイルに合わせてカラーを選べるのも嬉しいポイントです。そしてルナシリーズの大きな特徴がタッチスクリーンを取り外して使える脱着式の構造です。このリモコン部分には録画ボタン、ジョイスティック、そしてズームレバーが搭載されています。Go ウルトラや Go3S で使われてきたワイヤレス技術というのがこのルナシリーズでもしっかりと生きています。実際に使ってみても撮影中に気になるような遅延というのはほとんどなく、かなり安定していました。さらにデュアルレンズシステムのルナウルトラでは広角側が 20mmF1.8、望遠側が 60mm の F2 のレンズになっていて、ズームレバーと組み合わせることで連続的で滑らかなズーム操作をすることができるようになっています。実際に使ってみた感覚としては iPhone のカメラを切り替える時に近いような、そんな印象でした。1倍から 2.9 倍までは広角側のレンズが担当し、3倍以降は望遠側のレンズに切り替わります。望遠レンズでは6倍、つまり 120mm 相当までがロスレスズームになっていて、センサー中央をクロップすることでズームをしているので、この範囲の画質劣化はかなり少ない印象です。一方で12倍の 240mm というのはデジタルズームとなるため、6倍に比べると多少の画質の劣化というのは見受けられます。そして連続的にズームをしているとき、ピントが少し甘くなってしまう場面があり、ここは気になりました。それでも 20mm から最大 240mm までの広い範囲をたった1台の小さなデバイスで完結できることを考えると、かなり面白いシステムだと思います。
特に最大望遠である 240mm は遠くにあるものをただ拡大するというだけでなく、見てほしい情報をしっかりと伝えたいという場面ではかなり役に立つと思います。そしてこの望遠レンズとトラッキング機能を組み合わせた表現にはマジで驚きました。最大 240mm でカメラが大きく動いているような環境でも撮影した被写体をトラッキングしておけば画角が大きく崩れることがほとんどなく、常に被写体を中心に収め続けてくれます。望遠側というのは少しのズレで画角が大きく変わりやすいので、この安定感はとても頼りになります。さらに望遠レンズがあることでもう一つ面白くなったのがマクロ撮影です。ルナウルトラは望遠レンズに切り替えた時、最短撮影距離が15センチになり、かなり寄った撮影ができるんです。自撮りや風景撮影だけでなく、物撮りや細かなディティールまで見せるような表現ができるようになったのはルナウルトラの面白さですよね。ではここからはこのシステムが実際にどんな映像を生み出すのか、画質の部分を見ていきます。まずは僕たちがルナウルトラで撮影してきた作例を見てみてください。作例を見てどう感じましたか？ここからは画質の部分を深掘って見ていきます。今回も僕たちがルナシリーズで撮影したサンプルデータをビジュアルパークにアップロードしています。これは誰でも無料でダウンロードできるようにしているので、実際に素材を見比べたり色編集を試したりしてみてください。このカメラの画質を自分の環境でも確認できて楽しむことができます。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではここから画質の部分を詳しく見ていきます。ルナシリーズはどちらも最大 8K30fps に対応し、4K 撮影では最大 120fps まで対応しています。個人的に嬉しかったのは 4K120fps や FullHD240fps のスローで撮影するときでも専用のスローモーションモードを選ぶ必要がないということです。つまりハイフレームレートで記録をしている時でも音声を一緒に残すことができるんです。後からスロー映像として使うかもしれないけど、その場のリアクションや環境音を残しておきたい、そういう場面ではこの仕様がかなり助かるのではないかと思います。最近のスマートフォンもカメラ性能はかなり進化していますが、特に望遠側のセンサーサイズを比べた時、ルナウルトラの 1.3 分の1インチセンサーというのは大きな強みになってきます。もうとにかくこの3倍望遠による表現が本当に楽しかったんです。この望遠カメラを最新の iPhone 17 Pro とも比較をしてみました。前提として iPhone 17 Pro は 100mm 相当の焦点距離なので見え方に違いは出てきますが、背景のボケ感や被写体の立体感に注目すると 1.3 分の1インチセンサーならではの広角的なボケというのを感じられるかと思います。そして 20mm 広角レンズに搭載されているこの1インチサイズのセンサー、ここもスマートフォンと比べた時に大きな強みがあるんです。確かに最近のスマートフォンカメラは1インチセンサーもしくはそれに近いサイズまで進化してきています。なので広角側のスペックだけを見ると、それならスマホでもいいのではという意見が出てくるっていうのもわかるんです。でも自撮りでフロントカメラとして使うときはどうでしょうか？スマートフォンのフロントカメラはまだセンサーサイズが小さいことが多く、自撮り撮影では画質の違いを感じやすい部分だと思っています。その点、このルナシリーズではモニター左下のボタンをタップするだけでカメラを自分側に向けることができて、1インチセンサーの画質をそのまま活かして自撮りをすることができるんです。これは iPhone 17 Pro のフロントカメラとルナシリーズの広角カメラの比較です。センサーサイズの違いもあり、背景のボケ方はパッと見ただけで差を感じるはずです。そしてルナシリーズは色温度センサーもかなり優秀です。肌色の再現性や色かぶりの補正も自然でかなり扱いやすい印象でした。さらにこのルナシリーズにはポートレート向けのアルゴリズムが組み込まれています。顔の自動認識や美顔補正にも対応していて、カメラに内蔵された美顔モードを使うことで美肌レベルや滑らかさを細かく調整することができます。この自撮り撮影の手軽さと画質の高さ、これこそが YouTube や Vlog、そして日常の映像記録用デバイスとして多くのユーザーが小型ジジマルカメラを選んできた一つの理由だと思います。一方で縦動画撮影の仕様には少し気になる点もありました。実際このルナシリーズを縦動画用のカメラとして検討している人もかなり多いかと思います。ルナシリーズの縦動画の撮影は最大 3K60fps までです。4K に対応しなかったところは正直少し残念です。もちろん多くの縦動画コンテンツはスマホのような小さな画面で視聴されることが多いので、実用上大きな問題になることはそこまで多くないかもしれません。もしより高解像度に縦動画を撮影したい場合はカメラを横向きに持って撮影するという方法もあります。この方法であれば通常の縦動画モードよりも広い画角で撮影ができて、 8K や 4K120fps といった高性能な動画撮影も活用ができます。
そして小型ジンバルカメラは動画だけでなく写真を撮りたいという人も多いかと思います。世界中の写真家に愛されてきたライカと共同開発されたこのルナシリーズでは写真用途にもかなり力を入れている印象です。最大3700万画素の高繊細な写真撮影に対応していて、さらにライカのロゴが入った写真フレームを使うことで撮影した写真をより印象的に演出することができるんです。さらに2対1のパノラマ写真にも対応していて、三脚に立ててパノラマモードを選択するとカメラが自動で撮影をしてくれるので、広大な風景の迫力をそのまま1枚の写真に収めることができます。動画カメラとしてだけでなく写真を撮れる時間もしっかりと楽しむことができます。ということで次のテーマに行きましょう。ここからは色と暗所性能、そして個人的にかなり期待していたログ撮影について見ていきます。ライカと共同開発されたこのカメラでは取って出しのカラー表現としてライカカラーを楽しむことができます。ライカカラーは3種類あって、ライカナチュラル、ライカビビッド、ライカクロームです。その他にもリコーの GR や富士フイルムのような雰囲気を再現したカラープロファイルが搭載されていて、細かな編集をしなくても取って出しの段階でかなり色表現を楽しめるカメラになっています。では暗所性能はどうかというと、 AI チップを搭載していてノイズ低減がとても優れています。これはこれまでのインスタ360カメラでも好評だったピュアビデオモードです。今回のルナシリーズではこのピュアビデオモードでも 4K60fps に対応しています。つまり暗い環境下でもスローモーション表現を使えるようになりました。4K60fps の場合は若干の解像度低下があるみたいなので、最高画質で撮りたいという方は 4K30fp 以下の撮影がおすすめです。この暗所性能はね、正直かなり驚きました。もはや肉眼よりも明るく表現してくれるのにノイズはしっかりと抑えられていて、さらに解像感も十分残っています。そしてここからが個人的に気になっていた部分です。僕たちがインスタ360から小型ジンバルカメラが登場すると聞いた時、特に期待していたのがログ撮影のところ。正直なところインスタ360はこれまでにも360度カメラの X シリーズ、アクションカメラの ACE Pro、そして小型の GO シリーズなどたくさんの魅力的なカメラを展開してきています。ただこれまではログ撮影時に8ビットしか選択ができなかったり、スタンダードカラーに比べてやや解像感が落ちて見えたりすることもあったので、そこが惜しいと感じる部分だったんです。今この動画を見ている方の多くはログ撮影を使わないかもしれません。でも実際に使ってみて強く感じたことがあります。このルナシリーズのポテンシャルは iLog に隠されているということです。これらの映像は全てインスタ360ルナウルトラの iLog で撮影しています。解像感はもちろん10ビットならではの豊かな色表現と最大14ストップというダイナミックレンジを生かすことで、ここまで綺麗なカラーを追い込むことができました。皆さん、こんなにも小さいカメラですよ。そもそもログ撮影というのは明るさや色情報をできるだけ多く残すためにあえて淡い映像で記録するような撮影方式です。なので通常の撮影に比べると後から色を編集するという工程が増えますが、このサイズのカメラにここまで高品質なログが入っているのであれば使わないのが少しもったいないと思えるぐらいかなり気に入っています。とはいえ小型ジンバルカメラの魅力というのはやっぱり気軽さでもあるので、カラー編集という工程もできるだけ気軽であってほしいなとも思っています。そこで今回ルナシリーズに合わせて専用設計したラットパックを作りました。このラットパックはスタンダードカラー、そして新しくなった iLog のどちらにも最適化したラットを含めています。6種類の世界観を持つそれぞれのラットは眠たい映像で記録されたログ撮影にワンタッチで当てるだけでも高品質なトーンに仕上がり、スタンダードカラーに専用設計したラットも同じく6種類含めているので、ログ撮影に抵抗がある人でも高品質なカラーを気軽に楽しむことができるはずです。今後のインスタ360製品にも同様のログが搭載されば問題なく使用できるはずです。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。
そして編集で追い込む iLog とは別に取って出しから映像を劇的に美しく残せるドルビービジョン撮影もかなり印象的です。現状ドルビービジョンで撮影された映像を最大限に活かして撮影できるという環境はまだ限られてはいますが、 HDR に対応したディスプレイで見た時にこの快調の美しさには本当に驚かされます。もし HDR 視聴の環境が整っているのであればドルビービジョンでも撮影しておきたくなるぐらい、撮影した映像を見返した時の体験というのは感動的です。そして映像のクオリティを支える音声周りも面白い仕様です。ルナシリーズには大型のウィンドガードがついた内蔵マイクが搭載されています。これにより屋外でも風切り音を抑えながらクリアな音声を記録することができるんです。さらにこの脱着式のタッチスクリーン側にもマイクが内蔵されているので、カメラから少し離れた場所で話す場合でもタッチスクリーン側のマイクを使って簡単に音声をきれいに収録できます。そして新しく登場したマイクプロとのシームレスな接続にも対応しています。マイクプロは2台の同時接続が可能なので Vlog 撮影にはもちろん対談形式の撮影にも使いやすい仕様です。今回は実際に4パターンで音声を比較してみたので聞き比べてみてください。この音声は内蔵マイク前方で撮影してます。この音声は内蔵マイクの後方で撮影してます。この音声はタッチスクリーンに搭載されているマイクで撮影しています。音声はいかがでしょうか？この音声はマイクプロで撮影しています。音声の方はいかがでしょうか？どうでしたか？新しいマイクプロの他にもマイクエアというよりコンパクトなワイヤレスマイクも展開されています。インサ360のワイヤレスマイクも少しずつ充実してきているので、今後もさらに快適になっていくことに期待していきたいです。そしてここからは音声以外にも実際の撮影体験を支えてくれる機能をいくつか見ていきます。まず1つ目、僕たちユーザーの声が届きました。 47GB の内蔵ストレージです。ルナシリーズを購入した方はこの内蔵ストレージに助けられる日がきっと来ると思います。内蔵ストレージのデータ転送速度はおよそ 10GB のデータを30秒前後で転送できるというスコアが出ています。さらにスマートフォンに転送する際には NFC タップによるワイヤレスデータ転送もすごく快適でした。強いて言うならば 47GB というストレージ容量には少し気をつけた方がいいかもしれません。思い出をたくさん綺麗に残そうと思って 8K とかで撮影していると1日でストレージがいっぱいになってしまうこともありました。データを消さずに貯めていく運用や200以上での旅先で使う場合には容量が大きめのマイクロ SD カードと併用するのがおすすめです。そして付属しているアクセサリーもかなり実用的です。ルナウルトラのキットに付属しているアクセサリーには保護カバー、ハンドル、広角レンズなどがあり、ハンドルには4分の1インチネジに対応したネジ穴と簡易的な三極機能が内蔵されています。そして複数人で撮影をするときには広角レンズを使うことでさらに広い画角で撮影ができます。マグネット式のこのレンズを取り付けると 15mm という広い画角になり、やや周辺の歪みは気になりますが記録という点においては実用的なアイテムです。そして保護カバーも細部までよく考えられていて、ワンタッチでケースを開くことができ、モニターの保護だけでなく広角レンズの収納としても使えるような仕組みです。ということで、あとはバッテリー性能です。ルナウルトラは 1550mAh のバッテリーを搭載していて急速充電にも対応しています。今回は実際に 100% のバッテリーで撮影できる連続撮影時間、給電しながら連続撮影した時に熱停止は起きるのか、 0% から 100% までどれくらいの時間で充電ができるのか、この3つをテストしてみました。環境などによって若干の違いはあると思いますが、皆さんの役に立っていると嬉しいです。ここまででルナシリーズの魅力的なポイントをたくさん見ていきました。ただ実際に使っていく中で細かい仕様や操作感にはまだもう少し改善の余地が感じるところもあります。まず1つ目は近い被写体を撮影するときに少し注意が必要ということです。ルナウルトラは2つのレンズが物理的に離れているので、近距離の被写体を撮影している状態でレンズを切り替えると構図の中心が少しずれてしまうことがあります。自撮り撮影の時にもモニターとレンズの中心がずれている影響で、モニターを見ながら話すと少しだけ目線が外れているように感じる場面がありました。そして 8K 解像度もしくは 100fps 以上のハイフレームレートを使うときは録画中にレンズを切り替えることができない仕様になっています。つまり 8K 解像度などに設定をして広角側で録画を開始すると録画中の最大ズームが 2.9 倍までとなります。一方で 4K60fps 以下の場合は録画中でも 20mm から 240mm までの連続的なズームが可能なので、撮影中に広角から望遠まで大きく画角を変えたい場合はあらかじめ撮影設定に注意しておきましょう。最後にルナウルトラの広角レンズと望遠レンズで色味に違いが出るということです。レンズの切り替え自体はかなりスムーズですが、特にプロモードで色温度を固定した時、広角から望遠に切り替わるタイミングで色味の変化が少し気になりました。
センサーサイズやレンズが異なる以上、露出に差が出るというのはこのカメラサイズを考えると仕方がない部分でもあると思います。なので、もし色味だけでも統一されると、広角と望遠を組み合わせた表現がより自然になってくるはずです。もしこのルナウルトラに興味が出た方は、僕たちが撮影した動画と写真のサンプルデータを無料で配布しているので、ぜひよかったら触ってみてください。そしてこのルナウルトラで撮影した映像をより高品質な色味に仕上げたい方は、ルナウルトラに合わせて専用設計したラットを用意しているので、こちらも僕たちが運営しているビジュアルパークからチェックしてもらえると嬉しいです。僕今回このインスタ360の挑戦にめちゃくちゃワクワクしました。正直レビュー動画を作ってて、ここまで純粋にワクワクできた感覚は久しぶりです。小型ジンバルカメラというのはすでに多くの人に使われているある程度成熟したジャンルなんです。そこには長年積み上げられてきた操作性や信頼性というのがあります。誰でも使いやすいこと、迷わずに撮れること、安心して使えるということ、そういった積み重ねがあって多くのユーザーに選ばれてきた、そんなジャンルなんです。だからこそ、ただワクワクするだけで市場の定番カメラになれるほど簡単な世界ではないと思います。画質、操作性、安定性、信頼性、それらが組み合わさった時に生まれる安心感。本当に多くの人に使われるカメラになるためには、その安心感を少しずつ積み上げていく必要があります。もし皆さんにルナシリーズは完璧なカメラですかと聞かれたら、現時点の僕は自信を持ってはいと言い切ることはできません。このジャンルのカメラは多くの人のインフラになって初めて完成するものだからです。でも使っていて本当に楽しかったです。次は何を撮ろうか、どんな表現を見せてくれるのか、そう思わせてくれるだけでこのカメラには大きな意味があると思っています。こういうカメラの進化っていつも誰かの挑戦から始まると思うんです。このルナシリーズがこれからどのように評価をされていくのか、多くの人に選ばれるカメラになっていくのか、それはまだ分かりません。それでも今回のこのルナシリーズは確かに新しい挑戦と可能性を見せてくれました。シンクボールド、常識にとらわれず大胆に考えよう、このインスタ360のスローガンがとても似合うカメラだと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。